ああ、宇宙は星々の死骸で満ちておったのじゃ。うーん、変な夢だ。時間は二度寝するには微妙な時間だな。おはよう、アイギス。昨日のハロウィン前夜祭では30人のドライバーたちが一丸となってホラーナイトの飾り付けを完成させてくれたのじゃ。皆の熱意のおかげで我らは予定通りに今日のハロウィンを迎えることができるのじゃ。続いてダニューブ市街でたこ焼きを作っていた犯人が逮捕されたぞ。可愛いタコを傷つけるとは何たること。彼らはアイギスの有効なる隣人じゃろうに。一方月面では大規模な停電が発生したのじゃ。ある博士の実験が原因のようで、その博士には重大なる科学的失敗賞が贈られるであろう。他の地域は昨日も平和な一日であったぞ。みんなで祝福するのじゃ。みんなハロウィンの間も己が守り手としての使命を忘れるでないぞ。わらわはハロウィンの魔女。次のハロウィンにまた会おうなのじゃ。なんでたこ焼きを作ったくらいで逮捕を？全箱舟用の通信チャンネルでこんなふざけたニュースを流すなんてでたらめだ。まあせっかくのお祭りではあるが、己が守り手としての使命を忘れるでないぞ。これは。確か俺が寝る前はまだ普通だったのに。30人のドライバー、ろくに寝ずに徹夜で箱舟をハロウィン仕様に変えたのか。にゅるタコ？タコ、おはよーん。にゅるん。う。ちょっと早く目が覚めてさ。てか俺の行動表ってなんだ？にゅるん。なんだその便利そうな表は。にゅるんるん。運がいいって何のことだ？にゅるん。そういうことか。はい、どうぞ。スカディの放送のおかげで十分に準備してから出かけられたからな。にゅるん。にゅるる仮装パーティー？そうだ、確かそんな話もあったな。まずい、全然準備してない。何か簡単で手っ取り早い仮装はないか？顔いっぱいに適当にごまかすかと書いてあるの。手抜きの仮装は全力で頑張っているみんなを失望させるぞ。スカディ、お前こんな朝早くから仮装してるのか？そろそろ訓練が始まるぞ。そんな格好リリスに見られたらまずいぞ。訓練か。何？構わぬ。どうせ
せみんなの認識ではわらわはスカディーダコに見えておるのだから何も問題ない。えナビゲーター、今のわらわの姿が見えるのか？わらわが着ている衣装が。それが何かおかしいか？ひょっとして俺には見えないはずなのか？汝には見えないはずなのじゃ。それは新時代の裸の王様ってことか？では汝の目にはわらわがどんな風に映っておるのじゃ？帽子か？タコか？それとも黒い霧の塊とかか？変な服を着たスカディってだけかな。奇妙な帽子をかぶって気持ち悪い触手がついてて怪しい黒い霧をまき散らしてる。おお、仲間プラス1。まさかハロウィンのためにまた紅博士のところから怪しげな小道具を持ち出したのか？そんなことはないぞ。ではナビゲーター、ここに来る前に他のドライバーたちには会ったか？彼女らはどんな風に見えた？もちろんいつも通りの姿だぞ。どこがおかしいんだ？もちろん。タコ？タコ？なんでタコ？人がなんでタコに？タコがなんで喋ってるんだ？タコは海にいるはずだ。ここは海底？じゃあ俺はなんで生きてる？俺は海底で呼吸できるのか？俺はタコ？考えるのはそこまでじゃ。ひとまず眠れ。目が覚めたか？ここは伝説の魔術師の魔術工房じゃ。いくらハロウィンのためとはいえこれはやりすぎだろう。でもなんで俺はここに？さっき何が？思い出すでない。とにかくこれを食うのじゃ。お前何食わせた？わらわが開発した先端じゃ。この味はたこ焼き？不老不死になれる先端じゃ。中にタコ入ってんだけど。材料にタコを使った不老不死になれる先端なのじゃ。ちょっとしょっぱいな。スカディ特製イカスミを加えたタコ入り不老不死の先端じゃ。ナビゲーターが美味しく食べられるようにわざわざたこ焼きの形にしてやったのじゃぞ。あれ？頭の痛みが消えた。まさか本物の薬なのか？もちろんじゃ。わらわの先端を食べたからには今から汝はわらわの一部。当然わらわの庇護を受けるのじゃ。惜しむべくは元の姿に戻っておらぬことか。ここにはまだ改良が必要じゃのう。元の姿？ではこれより思い出すがよい。汝が倒れた理由を。思い出す。なんで俺はこんな化け物みたいな姿に？わらわにもわからぬ。それにみんなタコになっちまってる。この世界に一体何が起きたんだ？それはある年のハロウィンから始まったのじゃ。わらわが目覚めると箱舟のあるものがタコになっておった。最初は皆ハロウィンのいたずらか科学部の実験の暴走かあるいは
現在の特殊能力のせいかと思っておった。だがタコ病の症状は広まり続けた。これは既存のウイルスではなく、感染経路も不明、科学的にも説明できなかった。そしてダニューブエリア、九州エリア、全ての人間がタコのような生物となった。じゃあお前は？わらわも当然タコになった。だがある日ナビゲーターのように目覚めると、少しずつ人間に戻ったのじゃ。もっともタコの触手の一部は残ったままなのじゃが。それはまるでまるで歪んだ形で進行した自然淘汰的な。だが皆は姿がタコになっただけで、世界の秩序は壊れておらぬ。現在警報だ。スカディ。実は放っておいてもよいのじゃが、まあ実際その目で確かめるのもよいじゃろう。我らの戦い方というものを見せてやる。濃い霧が。ニュル現在の声が聞こえる。すぐ近くだ。これは現在じゃ。いや、そうじゃなくて、現在もタコ病にかかるのか？その通りじゃ。だから放っておいてよいと言ったのじゃ。現在は脅威を失った。今は新しい名で呼ぶべきじゃな。そうじゃな、ハロウィンメカダコでどうじゃ？だとしてもドライバーが退治しなきゃならないだろう。巨大なメカダコを放置して街を破壊されでもしたら危なすぎる。ニュルンルン。なんて言った？トリックオアトリートじゃ。いや、そうじゃなくて、なんでそんな。あれは現在だろ？おそらくハロウィンの雰囲気に染まったのじゃろう。なんじゃ？わらわはただ推測しただけじゃ。そんな疑いの目で見るな。思い出した。やっぱりここはあれだ。夏の時もバレンタインの時も起きた事件。いつもスカディと一緒のこれは通感覚の暴走によって生まれた明晰夢の世界。それがこのデタラメな世界の真相だ。ニュルンルン。ナビゲーターよ、あやつ何時にお菓子を求めておるぞ。でもキャンディーなんて持ってないぞ。あげなかったらどうなる？悲しそうに去っていくだけじゃ。現在メンタルもろすぎ。それでいいのか？ニュル。さあナビゲーター、何時にキャンディーをやろう。おんも。ニュルーニュルンニュルンニュルル意味不明な歌を口ずさみながら去っていった。祝え！伝説の竜戦士がたったの一撃で純在級を退けたぞ。世界は救われたのじゃ。万歳万歳。その記録、事実と全然違うじゃねえか。歴史観の地位は剥奪だな。わらわは全て見た。眼帯の下にある真実の眼にこの偉業はしっかりと刻まれたのじゃ。眼帯で隠れてたら見えないだろう。霧が晴れてきた。箱舟に戻ろう。
この後時間あるか？市街を見に行きたい。もちろんじゃ。にゅるーんにゅるーん。あいつら何してんだ？ああ、タコドッジボールじゃな。墨を相手の触手めがけて飛ばし、当たればその触手は使用不能。すべての触手に当てられた方が負けになるルールじゃ。それはどう考えてもドッジボールと関係ないだろにゅーるう。なんでタコがたこ焼きを売ってるんだよ。ナビゲーター、こんな大声を出すな。聞かれたらまずい。いやでも。いや、タコにとってこれは自分が履いた靴を売るのと同じくらい気安いことなのじゃ。タコが履いた靴で作った食べ物なんて客は食いたくないだろう。こいつらの覚悟を侮るな。最高のたこ焼きを作るため、彼らは毎日早寝早起き、トレーニング、厳しい食事管理、金をかけたボディメンテに余念がないのじゃ。最高の料理人たちは食べればこの世界の真理がわかるという伝説の神たこ焼きを追い求めているという話じゃ。ダメだ。たこ焼き関連の話はツッコミどころが多すぎる。どうじゃ、この世界は平和じゃろ。現在の侵入もなく、市民は平穏に暮らし、それぞれの夢や目標を追い求めている。うむ。いや怖いよ。あ？やっぱりみんなタコになってしまったなんて受け入れがたい。なんでこんなことになっちまったんだ。たとえこれが夢だとしても、なぜタコなんだ。言い換えればハロウィンの日にみんながタコになった、そんな夢を見ているのは何のためだ。夢じゃと？これは通感覚の暴走が生んだ明晰夢だ。もう何度も経験してるだろ。そうだったか？忘れたのか？バレンタインの時も夏の時も他にも何度も。まさか先端の副作用でナビゲーターの記憶が混乱しておるのか？それはどういう意味だ？ここは現実世界じゃぞ。ハロウィンの異変からすでに13年が経過した。わらわは確かにここで13年生きてきたのじゃ。これが夢だというならあまりに長すぎるではないか。13年。そうだ、旧世界が滅んで13年じゃ。ナビゲーターも長い間意識が曖昧な状態が続いておった。そっちこそ夢でも見ておるのではないか？ああ。なぜ黙っておる？わらわの言葉に驚いたのか？どっちが現実世界だろうと、俺のなすべきことは変わらない。早い、もう理解したのか。さすがナビゲーター。そうじゃそうじゃ。わらわとていつまでもこんなデタラメな世界にいたくない。だからなんとかして世界を救わねばならん。まずは世界中の人にスカディ特製イカスミたこ焼きを食べさせるんだ。はあ？そうすればみんな正気を取り戻せる。ちょっと待て。無理じゃ。一人じゃ作りきれないと思ってるのか？大丈夫だ。まず手作りでたこ焼きを作って研究員たちを復活させる。そしたら彼女たちに設備を使わせて量産すれば。何？あのたこ焼きの材料が何だと思っておるのじゃ？あ？なんだって？失礼ながらお聞きしますが、たこ焼きの材料、まさか絶対断じてないとは思うけど、スカディ様のその尊き触れてはならぬ触手なんてことは。
慈悲深くも教えてやろう。まさにその通りなのじゃ。お前、自分の足を俺に食わせたのかよ。いやいや、落ち着け。よく考えるがよい。わらわにはちゃんと2本の足がある。触手で歩いたりはせぬじゃろ。それにじゃ、汝が正気を取り戻したのはわらわの8本足のうちの1本を食べたからじゃろ。それはそうだけど。まあこの触手は尻尾みたいなもんじゃ。とても清潔じゃぞ。わらわが保証する。それについては突っ込まないでおく。それはそうと、長年この世界で生きてきて何か世界を元に戻す手がかりは見つかったのか？手がかりならある。よーく反省してみたところ、この世界がこうなった原因は見つかった。多分な。そいつはよかった。目的もなく探し回る羽目にはならなそうだ。結局のところ全てはハロウィンのせいなのだ。世界がこうなった発端はおそらくわらわがそう望んだことにある。まあこの世界でたった一人正気を保っていたんだから、そう考えるのはおかしくないな。わらわこそが選ばれし者的な発想を除けば、残る可能性はわらわが犯人ですということだ。一体何が起きたんだ？ハロウィン前夜、わらわは内なる衝動のままに誘惑に負けて悪魔召喚の儀式を行ったのじゃ。それがあの悪魔の注意を引き、地球の存在があの悪魔に認知され、結果こうなったのじゃ。あの悪魔はわらわの願いを叶えた。わらわの願った世界平和を。故にわらわが願いを取り消すか、再びあの悪魔に会い世界を元に戻すことを願えばよい。つまりもう一度儀式を行えばいいと？その儀式には2人の人間が必要なのじゃ。だがわらわは最初の儀式の記憶を失っておる。誰かに手伝ってもらったはずなんじゃが、儀式の後、その儀式の問題に気づいた頃にはこの世界にわらわ以外の人間はもうおらなんだ。おそらくこれは悪魔の巧妙な罠じゃろう。一度儀式が完了すれば二度と元には戻れぬ仕組みなのじゃ。だが今は解決の糸口が見えたのじゃ。何せナビゲーターが正気を取り戻したのだからな。あとは俺を人に戻す方法さえ見つかれば儀式が行えるかもしれない。その通りじゃ。だがわらわはまだ迷っておる。もしナビゲーター汝がこの世界の方がいいと思うなら、わらわはこのまま口をつぐむこともできる。このままナビゲーターと共に時を過ごすのも悪くはない。それなら俺はお前を失望させることになりそうだ。わらわもこんな不完全な結末は望まぬ。さあ工房でナビゲーターを人間に戻す研究を始めるぞ。とはいうものの、どうすればよいかな。そこの手がかりはなしかよ。タコを人に戻す方法など書物に書いてあるはずがなかろう。あるのは人を同化して眷属にする方法だけじゃ。どれどれ。ああ、なるほど。このやり方で俺を眷属にしたのか。この本によれば同化が成功すれば俺の姿が変化してお前と同じ生き物になると書いてあるぞ。じゃあなんで今も俺はこの姿のままなんだ？お前と同じ人間の姿になるべきじゃないか？何を言っておる。ナビゲーターはタコからわらわの足の一本になったではないか。俺はお前の触手の姿になったってことか？足の一本ってのは誇張じゃなくて事実なのかよ。わらわがそう望んだのならそうなるのもおかしくはない。ほれ！
何をしたんだ？ナビゲーターを回収したのじゃ。これでナビゲーターとわらわは一つになった。どうかってそういうことかよ。本当にお前の足になっちまったのか？株式会社スカディへようこそ。ナビゲーター、めでたくスカディ女王の足としての採用が決定したぞ。そんな役職まっぴらごめんだ。まさか10日後のナビゲーターがわらわの他の足を操作できるとは。だがなぜわらわの足を掴んでおるのだ？いや、まさかこんな風に触手が動くとは思わなかった。悪い、まだ新しい体に慣れてないみたいだ。俺の感情に反応して勝手に動いてるみたいだ。おや？こら、こいつわらわのパンツを引っ張っておるぞ。ナビゲーターがやったのか？俺にもわからないって。こいつはナビゲーターの潜在的な感情に反応して勝手に動くのじゃな。気をそらさないでくれ。こっちも全力でコントロールしてるんだ。しまった、結び目ができちまった。はは歩き始めたばかりの子供のようじゃの。どうやらナビゲーターは偉大なる影の国の女王のそばでもっと学ばねばならぬようじゃの。何、時間はたっぷりある。わらわがじっくりと供給してやろう。まったく災難の始まりだな。背中と腰が痛い。ほんと長い夢だった。ハロウィンを楽しみにしすぎたせいか？それとも最近スカディにつきまとわれているからこんな夢を見たのか？そんなはずはないか。スカディいるか？夜の帝王か？さあさあ入るがよい。汝は本当に運命に愛されておるようじゃな。この煙。ちょうどいい時に来たな。この匂い。俺がもうちょっと遅かったら防火警報が鳴ってたんじゃないか？その衣装は。本当は夜まで秘密にしておくはずじゃった。神秘の衣装じゃ。にゅるーん、トリックはトリート。どうじゃ、リアルじゃろう。この衣装のためにかなり骨を折ったのじゃぞ。いいんじゃないか？これ本当に偽物なのか？当然じゃろう。触ってみるか？ああ。だがまだ触手は7本しか完成しておらぬのじゃ。あと1本でタコの怪物が完成するのじゃ。夜になったら完璧な姿になったわらわを見せてやろう。それはさておき、これを味見してほしいのじゃ。熱いうちに食べるのじゃぞ。わらわもちょうど新作料理の味見を頼みたくて汝に会いに行くところだったのじゃ。じゃーん、出来たてのスカディ特製イカスミたこ焼きじゃ。
スカディ特製イカスミたこ焼きね。てっきり食べれば不老不死になり、人に正気を取り戻させ、タコの触手の一本に変える先端かと思ったよ。じゃーん、今しがた練り上げたばかりの先端じゃ。さあ味見するのじゃ。どこかで食べたことのある味だ。どこだったっけ。慈悲深くも一つヒントをやろう。リリスじゃ。ああ、バレンタインの時に似たような味のチョコを食べたな。あれは失敗作だと言ってなかったか。ただ捨てるのがもったいなくて、残りをみんなに食べさせたんだと思っていたが。その通りだが、わらわの美食の道に終わりはないのじゃ。今回はイカスミを小麦粉に混ぜて深淵の力を帯びたタコ、先端を作ってみたのじゃ。なんでイカスミにそんなに執着するんだ。深淵にして暗黒、これは世界で最もかっこいい食材なのじゃ。だと思ったよ。では感想を述べよ。汝が今まで積み重ねてきた全ての見識を総動員してわらわの作品に評価を献上せよ。8点、いや8.5点かな。よし、ならばわらわは今日のハロウィンパーティーでこれを皆に振る舞おうとしよう。食材を準備せねばの。危なっ。うわあ、なんたることじゃ。材料がしまった。こんなところリリスに見つかったらわらわは。部屋は俺が掃除しておく。お前は箱舟で材料を買い直してこい。時間はあまりないが、急げばパーティーには間に合うはずだ。夜の帝王よ、この恩は一生忘れぬぞ。なんだこれ。これはなんじゃろお前がわざわざここに置いたのかと思ったよ。月弁の連中でお前以外にこんなもの買うやついないだろう。多分わらわの買ったおもちゃのおまけじゃろ。気持ち悪いの。特に欲しくもない。俺ここにゴミ粉砕機にぶち込むのじゃ。わかった。変だな。なんだか急に気分が楽になったような。錯覚か。ヤオ様、これを持ち上げるのを手伝ってくれ。ああ、わかった。そういえばあの夢の結末が気になるな。夢の中のスカディと俺は世界を元に戻すことに成功したのだろうか。それとも今俺が経験しているこのハロウィンが世界が復元された証なのだろうか。朝早かったから寝ぼけただけに違いない。そんなはずがない。早く寝よう。にゅるん。わらわの魔法工房へようこそ。ここで昼寝がしたい？もちろんよいぞ。ではわらわのベッドで寝るがよい。わらわはもちろん
ここでナビゲーターを見守ってあるぞ。それとも汝、わらわと一緒に寝たいのか？そうじゃ。わらわの秘蔵のお香、火山のムスクを汝のために出してやろう。にゅるにゅるる。これもあるぞ。わらわの触手はふかふかで気持ちいいぞ。枕代わりにしてもよい。なぜ太ももではないのかじゃと？汝の髪はチクチクしてくすぐったいからダメじゃ。だがそうじゃな。我らが世界を元に戻した暁には褒美としてそうしてやってもよい。一人でいるのは孤独じゃろう。特にこんな世界ではな。この世界でナビゲーターの気持ちを理解できるのはわらわだけじゃ。そういえばずっと聞きたかったのじゃが、この世界にわらわと汝しか残っておらぬ以上、我らは常に寄り添って暖を取ることになろう。それはもう同性と言ってもおかしくないのではないか？わらわは別に何とも思っておらんぞ。まあそうじゃな。わらわはこれも悪くないとは思っておる。だからナビゲーター、汝の気持ちを聞きたいのじゃ。得難い機会ゆえ、わらわはここで起きたことを記録しておこうと思う。そしていつの日か、それは数億年後かもしれぬが、異星の生命体がその痕跡を見るかもしれぬ。そしてこの星でちっぽけな二人の人間が互いに寄り添って生きた物語を知るやもしれぬ。ああ、彼らはお互いに寄り添い、その体温で暖をとって孤独を埋め合っていたんだね。彼らは愛し合っていた。その目に映るのは相手のみ。お互いが必要不可欠な存在だったんだ。とな、異星人がそう思ってくれたらよいの。なんじゃ？汝もそう思うのか？ならば、その物語の名は、どうせ地球のすべてが僕らの愛の巣としよう。それとも何か別の案があるか？タコの星にてシス？まあそれでよい。では眠る前のこの会話をその序章としよう。おやすみ、わらわの眷属。